その手紙の束を、老いた手が静かに差し出しました。64枚、1枚も欠けることなく、同じ日付に書かれた64年分の言葉、受け取った女性は、震える手で自分のカバンを開けました。そこにも、同じだけの手紙が入っていました。同じ筆跡で、同じ日付に書かれた、64年分の返事が、二人は、長い間、ただ見つめ合いました。涙も言葉も、最初はどこにも出てきませんでした。ただ、時間だけが、ゆっくりと溶けていくようでした。2026年の春、国際離散家族 DNA プロジェクトという、現代の奇跡が、この再会を引き寄せました。しかし本当の奇跡は、技術ではありませんでした。64年間、一度も諦めなかった、二つの心でした。88歳の男性は、毎年同じ日に、届かないと分かっていながら手紙を書き続けました。北の地に残してきた、たった一人の人への手紙を、そして北の地でも、一人の女性が、毎年同じ日に、返事を書き続けていました。届かないと分かっていながら、受け取る人の顔を、心に描きながら、二人の手紙は、64年間、一度も交わることがありませんでした。それでも、二人の時間は、ずっと同じ方向を向いていました。これは、戦争が奪ったものと、愛が取り戻したものの物語です。では、この64年の始まりに、戻りましょう。あの青年が、なぜ一人で南へ向かったのか、その日の朝、二人の間に何があったのか、次は、二人の物語の原点をお話しします。1962年、朝鮮戦争の休戦から、まだ9年しか経っていませんでした。半島は、南と北に引き裂かれたまま、静かに息をしていました。その年の春、ソウルから少し離れた小さな村に、一人の青年がいました。名前はキム・ジョンスク。当時、24歳、穏やかな目をした、無口な男でした。彼には、婚約者がいました。北の村に残してきた、幼馴染の女性です。名前はカク・スニ。二人は子供の頃から、同じ川沿いで育ちました。笑うと目が細くなる。そんな人でした。戦争が終わった時、国境線は突然、二人の間に引かれました。ジョンスクは南側にいました。スニは北側にいました。それだけのことで、二人は引き離されました。ジョンスクは待ちました。いつか、国境が開くと信じて、いつか、彼女が渡ってこられると信じて、しかし、月日は過ぎました。季節は巡りました。国境は開きませんでした。それでも彼は南の地で静かに生きることを選びました。故郷を捨てたのではありません。彼女を心の中に置いたまま歩き続けることを選んだのです。仕事を見つけました。小さな家を建てました。誰かに語ることもなく、ただ、毎年同じ日に便箋を広げました。宛先は北の村。届かないと分かっていても、彼は書きました。元気でいますか？私は、ここにいます。と、24歳の青年は、そうして年を重ねていきました。1枚、また1枚と、64年分の言葉を抱えながら、次は、その青年と、北の村の少女が、初めて出会った日の話をしましょう。1946年の春のことです。チョルスは、まだ18歳でした。山あいの小さな村に、見慣れない荷車が止まっていました。隣村から引っ越してきた一家がいると、誰かが言いました。IMG、春の村道、荷車と古い家屋、淡い光。彼は、特に気にも留めていませんでした。ところが翌朝、井戸のそばで、一人の少女と目が合いました。少女は、驚いた様子で会釈をしました。チョルスも、慌てて頭を下げました。名前は、スニョンと言いました。笑うと、目が細くなる人でした。話すとき、少し首をかしげる癖がありました。村の畑仕事を手伝いながら、いつも鼻歌を歌っていました。チョルスは、気づかないふりをして、毎朝同じ時間に井戸へ行くようになりました。IMG、古い井戸、朝霧、若い男女がさりげなく視線を交わす。二人は、少しずつ言葉を交わすようになりました。大したことは、何も話していません。天気のこと、収穫のこと、山の向こうに何があるか、などということを、それでも、チョルスにとっては、
一日のうちで一番大切な時間になっていました。季節が変わりました。秋になり、冬になりました。スニョンの父が、チョルスの父に話をしに来たのは、翌年の春のことでした。二人の間に、縁談の話が持ち上がりました。チョルスは、その夜、眠れませんでした。嬉しくて、胸が苦しくて、何度も寝返りを打ちました。しかし、世界はまだ、穏やかではありませんでした。朝鮮半島の空気は、じわじわと変わり始めていました。村の男たちが、ひそひそと話す声が増えていきました。二人が婚約を交わしたのは、嵐が来る、少し前のことでした。次は、その嵐が、すべてを変えてしまった夜の話をしましょう。嵐は、突然やってきました。ある夜、村に兵士たちが押し入ってきました。怒鳴り声が、暗闇の中に響き渡りました。チョルスは気づいた瞬間、ただ一つのことだけを考えました。スニョンのことです。走りました。必死に走りました。しかし、彼女の家の前には、もう見慣れない顔の男たちが立っていました。チョルスは物陰に身を潜め、震えながら夜が明けるのを待ちました。夜明けとともに、村の形が変わっていました。境界線が引かれ、人々が引き裂かれました。家族が、恋人が、友人が、見えない壁を隔てて、それぞれの側に残されていきました。チョルスは南へと流れていく人の波に、押し出されるように歩き続けました。振り返るたびに、スニョンの顔が浮かびました。南の土地にたどり着いた時、チョルスは一人でした。名前も、顔も知らない人たちの中で、ただ一つの名前だけを、胸の中で繰り返しました。スニョン、スニョン、スニョン。それが、彼が生き続ける理由でした。月日が流れました。戦争が終わり、世界は少しずつ動き始めました。しかしチョルスにとって、時間は止まったままでした。毎年、同じ日が来るたびに、彼は机に向かいました。彼女と婚約を交わしたあの日に、ペンを手に取りました。届かないと分かっていても、書き続けました。あなたは元気ですか？私は今日も、ここにいます。64年分の問いかけが、引き出しの中に静かに積み重なっていきました。そして2026年、奇跡はやはり、静かな形でやってきました。次は、二人がようやく取り戻した、あの眩しい時間の話をしましょう。二人が再会したのは、春の終わりのことでした。会場に設けられた小さな部屋で、88歳の彼と85歳の彼女は、向かい合って座りました。言葉は、すぐには出てきませんでした。64年という時間が、その沈黙の中に、静かに溶けていきました。彼が差し出したのは、一束の封筒でした。64枚、毎年、同じ日に書き続けた手紙です。彼女はそれを受け取りながら、自分のカバンからも、同じような束を取り出しました。同じ枚数でした。同じ日付でした。同じ筆跡で、返事が書かれていました。二人は、離れていながら、同じ日に、同じ気持ちで、ペンを握っていたのです。それが、奇跡と呼ばずして、何と呼べるでしょうか。再会の後、二人には、穏やかな日々が訪れました。64年分の空白を埋めるように、二人は毎日話し続けました。彼女が北でどう生きたか、彼が南でどう待ったか、泣きながら笑い、笑いながらまた泣きました。それは、人生で最も遅く訪れた、しかし確かに、最も眩しい時間でした。好きだった食べ物の話をしました。若い頃に歌った歌を、一緒に口ずさみました。名前を呼ぶたびに、二人の目に光が灯りました。ただそこにいる、ただ隣にいる、それだけで、十分すぎるほどでした。しかし、幸せにはいつも影が寄り添うものです。眩しい時間の影で、二人は静かな現実とも向き合っていました。80を超えた体は、思うようには動きません。別れの記憶は、再会の喜びと同じ深さで、心に刻まれていました。それでも二人は、前を向いていました。なぜなら、そばに、もう一人の、支え、がいたからです。支えという言葉は、時に、人の形をして現れます。ジュノさんには、一人の娘がいました。長年、父の、届かない手紙、を見続けてきた娘です。幼い頃は、その意味がわかりませんでした。なぜ父は、毎年同じ日に、
誰にも届かない手紙を書くのか問いかけることもできませんでした。娘が父の背中を初めて理解したのは20代のある夜のことでした。父が書き終えた手紙をそっと引き出しの奥にしまう。その横顔を見た瞬間、言葉より先に涙が出たと言います。それからは何も言わずに隣に座るようになりました。お茶を一杯静かに置いて、ただそこにいる、それだけが娘にできる精一杯の答えでした。ジュノさんが諦めかけた夜が一度だけありました。70代の半ば、病を患い床に伏せていた頃のことです。もう手紙を書く力すら残っていないと感じた夜、娘が枕元に座りました。そして静かにこう言ったのです。お父さん、来年も書こうね。私が隣にいるから。その一言がジュノさんの手をもう一度動かしました。あの年の手紙は震える字で書かれていたと言います。しかしどの年の手紙より温かみがあるとヨンスクさんは再会の日に言いました。支えは大きな力である必要はありません。ただそこにいること、それだけで人は次の1年を生きることができる。2人の物語はそのことを静かに教えてくれます。そして今2人の間にはもう一つの変化が訪れようとしていました。そして変化は静かに訪れました。ジュノさんは再会を果たした翌日から少しずつ変わっていきました。64年間毎年同じ日に書いてきた手紙、それは届かない言葉を送り続けることで自分が生きている証を刻んでいたのかもしれません。しかし今その手紙はついに相手の手に渡りました。届かなかったものが届いた、その事実だけでジュノさんの中の何かが大きく動き始めたといいます。長年心の奥に閉じ込めていた感情が少しずつ溶けていきました。毎年あの日が来るたびに胸を締め付けていた痛みが違う色に変わっていくのをジュノさんは感じたといいます。悲しみではなくぬくもり、喪失ではなくつながり、それは64年かけて育てた愛がようやく形になった瞬間でした。ヨンスクさんもまた同じ変化を経験していました。返事が来ることを信じながら、それでも届かない日々をただ生き続けた年月、その孤独の中で書き続けた64通の手紙は彼女自身の命を支えていたのです。2人はそれぞれ離れたまま同じ方向を向いて生きていた。その事実に気づいた時、ヨンスクさんは声を上げて泣いたと言います。悲しくて泣いたのではありません。やっと分かったから、あの長い年月が無駄ではなかったと。選択が人を作ると言います。ジュノさんが南へ渡ることを選んだあの日、ヨンスクさんが手紙を書き続けることを選んだあの日、どちらの選択も今日という日に向かって伸びていたのです。そして今2人の物語は誰も予想しなかった最後の場面へと静かに近づいていました。の瞬間、会場に流れていた小さな BGM がふと途切れました。誰かが息を飲む音が聞こえました。そして静寂、ジュノさんは白い封筒の束を両手でそっと差し出しました。64枚、1年に1枚、1枚も欠けることなく書き続けた手紙たちです。届かなくても書いた。君がいつかきっと読んでくれると信じて、その言葉が終わらないうちに、ヨンスクさんは自分の胸元に抱えていた布の包みを静かに解き始めました。会場にいた全員が息を止めて見守りました。布の中から現れたのは、やはり白い封筒の束でした。同じように重ねられた64枚の手紙。スタッフの一人が後に語っています。あの瞬間、言葉を失いました。2人は何も打ち合わせていなかった。それなのに、まるで約束していたかのように、同じものを持ってきていたんです。ヨンスクさんの手紙の一番上には、こう書かれていました。あなたが南に渡ったあの日の朝、私はすでに返事を書き始めていました。64年間、2人は知らなかった。相手もまた、同じように書き続けていたことを、届かない手紙を、届くはずのない場所へ向けて、それでも、毎年、同じ日に、同じ思いを込めて、2人の手が、ゆっくりと重なりました。シワだらけの
88歳と86歳の手が、誰かが泣いていました。会場のあちこちで、鼻をすする音が聞こえました。愛とは、待つことではないかもしれません。ただ、書き続けることだったのかもしれません。相手が読めなくても、相手に届かなくても、書くという行為そのものが、愛の形だったのです。そして、2026年の春、その愛は、ついに、声を持ちました。2026年の春、二人の再会から3ヶ月が過ぎました。ジョンウォンさんは今、ソウルの病院に入院しています。長年の持病が、再会の興奮の後に悪化しました。それでも、毎朝目を覚ますたびに、彼は言うのだそうです。今日も会いに来てくれるか、と、スンヒさんは、毎日病院に通っています。平壌からソウルまで、長い時間をかけて、足が痛くても、天気が悪くても、一日も欠かさずに、二人の間には、まだ言葉が足りません。64年という時間は、共通の話題よりも、埋められない沈黙の方が多いのかもしれない。それでも、二人はただ、隣に座っています。手を握って、窓の外を見て、病室の壁には、64通の手紙が貼られています。ジョンウォンさんが書き、スンヒさんが書き返した、二人だけの往復書簡、届かなかったはずの言葉たちが、今、同じ壁の上で並んでいます。担当の看護師さんが、こっそり教えてくれました。あのお二人、毎晩手をつないで眠るんです。と、変わったことは、たくさんあります。でも、変わらなかったことも、たくさんあります。毎年同じ日に、ジョンウォンさんは今年も便箋を取り出しました。でも今年は、書きませんでした。書く必要が、なくなったからです。隣に、いるから、愛は、届いた瞬間に完成するのではないのかもしれません。64年かけて、少しずつ、形になっていくものなのかもしれません。そして次回、この物語は最後の章へと向かいます。二人が残したものが、世界に何を語りかけるのか、どうか、最後まで見届けてください。64年という時間を、あなたはどう感じましたか？長すぎると思いますか？それとも、愛にとっては当然の長さだと感じましたか？ジョンウォンさんは、返事が来ないと分かっていても、書き続けました。届かないと分かっていても、送り続けました。それは、待つことが愛だったからではありません。書くことで、つながり続けていたからです。そして海を越えた彼女もまた、同じように書いていました。二人は離れていた64年間、ずっと同じ方向を向いていたのです。私たちは時に、伝えたい言葉を飲み込んでしまいます。明日でいい、いつかでいい、と先延ばしにしてしまいます。でもこの二人が教えてくれることは、シンプルです。思いは、言葉にしなければ届かない。言葉は、諦めなければ必ず形になる。2026年の春、奇跡は静かに起きました。64通の手紙と、64通の返事。それが出会った瞬間、時間は動き出しました。あなたの大切な人に、今日、言葉を届けてみてください。